はい、皆さんこんにちは、ゆうかです。私は2日じゃないか、3日前ぐらいかなにインドのリシュケーシュに来まして、インドのリシュケーシュっていうのはヨガの聖地、ヨガのアシュラムがヨガをね勉強している方たちがいっぱいいるところなんですけど、今は雨季で、すごくこう観光客の方はすごく少ないですね。少なくて、それで、なんかそのインド人の方ばっかりがいるような感じなんですけれども、私は毎日朝起きて娘のまやちゃんと一緒にヨガをしているっていう状況です。でね、そしてまあね、こうインドに来て旅行かなと思いきや、私にとってこう旅行というか、この移動していることが私の人生のようなものなので、なんかまあ旅行気分っていう感じでもないんですけど、とりあえずね、まずインドからのまず1回目の配信で、その7月14日の新月についての話っていうのをしていきたいと思います。でこちらはですね、パートナーシップとか、パートナーシップ、あと近い人ですよね、ご家族であるとか、あとこうお仕事されてる方でも一緒にこうグループで何か活動されてる方とか、なんかチームで何かやられているっていう方とか、みんな近い人たちっていると思うんですけど、そのグループの、目指しているところとか、夫婦の目指しているところとか、あとお互いの違いっていうのをすごくこう見つめ直していくような日っていう感じになっております。ですごくこう深いっていうか、なんかね、私パートナーシップインド人トルコ人の夫なんですけれども、すごくこうパートナーシップがうまくいっているっていう風に結構人から言われていて、でうまくいってるんだと思うんだけれども、なんでうまくいってるのかっていうことをよく聞かれるんですよね。で結構みんな難しく感じる、そのパートナーシップっていうのはすごく難しい、たとえ夫婦であってもすごく難しいんだっていうことを結構言われるんですよね。でまずですね、そのグループっていうチームっていう意味で、第一前提としてその目的が一緒であるかっていうのがすごく重要だと思うんですけど、一緒の場所を目指しているか、例えば音楽グループみたいなのがあった時に、地元で活躍できるグループ、それはいいか悪いかっていうのは別として、例えば村のようなコミュニティの場所とかローカルな場所で、でこううまくいくってことを目指しているグループなのか、もしくはそのインターナショナル、すごくこう世界でやっていきたいっていうことを目指しているのかとか、同じグループ内でもその目的っていうのが多分違って、一人一人の目的っていうのがですごいそのすり合わせっていうのがすごく必要になってくるんですよね。で何を私たちは目指しているのか、どの方向に行きたいのかっていうのをこうすごくすり合わせが必要になってきて、で私たちって本当にこう一人一人すごく形が違うから、それは誰かがいいとか悪いじゃなくて、グ
グループで一緒にやっていこうって思った時とか、夫婦でやっていこうって思った時に、やっぱり根っこが同じであるとか方向性が同じじゃないとなんか一緒にいられないっていうか、やっていけないっていう風になっちゃうんですよね。だからそれをどうやったら一緒にやっていけるのかっていうのを、考えていくとか、あとすり合わせていくうまくいってないんだったらなんでがうまくいってないんだろうねっていうのを考えていくっていうのもすごく重要だし、あと、先ほど言いましたなんで私はパートナーシップがうまくいってるのかっていうので、一番私が肝っていうかだと思ってるのが、その孤独を受け入れていることだと思うんですよ。私も夫も自分が一人であるってことを受け入れているんですよね。人間っていうのは最終的にはもう一人っていうか、もちろんみんなでワイワイしてるの楽しいけど、私たちっていうのは最終的にはもう一人で立ってる存在で、最終的に一人でこう立ってる存在だって分かれば、いい意味で相手に期待しないで済むっていうか、ありのままのその人の姿や形っていうのを受け入れられることができる。だからこそ逆に言うと仲良くできるし、ある意味同じチームでやってて、違う方向性にこの人は行くんだってなった時に、例えば立ち止まりたい、その人はあんまり早く行きたくない、立ち止まりたいんだってなった時に、一緒に行こうよってことに執着しないで済む。もうあなたはそこで立ち止まってちょっと時間を過ごしていたいんだね、でも私は行きたい、それはどっちがいいか悪いかじゃなくて、自分は行きたいんだっていう風になった時に、どうしてもそのチームっていうのが本当にさっきも言ってました、いいとこ悪いは置いといてなんか崩れてしまう時もある。私たちはこう今方向性が違うんだっていうことを分かる時もあるし、あと本当にそのパズルのピースっていうか、私たちがこう自分として立ってて、そして目指してる方向性っていうのがやっぱり一緒だったらば、一緒にこう流れていこうねっていう風にこうやっていくこともできるわけですよ。で、こういう大きな話じゃなかったとしても、例えば本当一番大きな夫婦とか家族とかすごく近い関係性、自分が本当に安全で安心できるって思ってる関係性をすごくこう見直していくような時期になっていくから、だから感情的なすれ違いとか、なんか自分ではいいと思ってやったつもりだったけれども、相手はそれはポジティブな風に相手の目線では見えていなかったっていうことだったり、なんかなんていうのかな、感覚がやっぱり一人一人違うので、すれ違いが起きてしまう。で、なんでこうすれ違いが起きたんだろうねっていうことをこう答え合わせをこうしなくちゃいけない時でもあるし、本当にもう答えを合わせてもピースが当てはまらないっていうのが、もしかしたらちょっとはっきりなんかしてきてしまうっていうような時期かもしれないですよね。で、これってすごい難しいことだと思うんですね。夫婦間とかご家族間とかで考え方が違ったんだって、その落としどころを見つけるっていうか、どこが自分の落としどころなのか、考え方が違うっていうことに対してどういうふうに考えていったらいいのか、そしてどういうだったら一緒に入れるのか、もしくは一緒に入れないのかっていうふうに答えを見ていくのって、すごくある意味ちょっと厳しいことのように私は思えちゃうんだけど、今回の7月の14日の新月っていうのが、ちょっとそういうのを見させられるような新月かなって思っております。でも最終的には私たちっていうのは、行くところへ行き着く、流れるところに流れていくから、サレンダーっていう明け渡す姿勢っていうか、万が一もし壊れちゃったね、夫婦とかじゃなかったとしてもお仕事の関係性とか、会社を辞めなくちゃいけなくなってしまったとか、なんかこうズレが発生してこう壊れてしまったっていう場合も、必ずそこがこう壊れたところから新しい風っていうか、そこにかなりっていう波が起きて、ちゃんとそこの行き着く場所に行き着くと思うので、
そこはぜひ安心してその流れに壊れてもがっかりせずに乗っていただきたいと思います。でまたそのね、落としどころが分かった、そことこはネットなんだっていうのが分かればすごく安心してなんかこうクリエーションを一緒にこう共同体として作れるっていうような時期になってきてると思いますから、そういう細かいことだけれどもちょっとそういうところに注目していただけたらいいかなと思います。はい、じゃあありがとうございました。じゃあ西慶市のガンジス川から優香でした。またね。食べるよ。食べて取ってくれた。ये देने चाहिए